こんにちは。アイデンティティ5第5人格の庭師エマなの。それでは一緒に出発しましょうなの。すっごい素敵で居心地のいい場所ですね。ここは開発スタッフの仕事場なの。第5人格のグッズがいっぱいあります。ゲームの雰囲気バリバリですよね。エマの後ろにいるのは開発スタッフの皆さんです。せっかくここまで来ちゃいましたから、ぜひ皆さんに2周年の開発裏話を聞きたいと思います。那这个案子就这样定了。行，好，哎，终于搞定了，要不点个奶茶庆祝一下？可以啊。不要再点奶茶了，我今天已经胖了5斤了。没事儿，才5斤呢，你低的没有热量，真的，无糖的不会长胖的，放心。要不要上车？那我要珍珠奶茶冰的3分糖，我要大杯的。好，行。タピオカミルクティー大好きなプロデューサーさん、インタビューしたいんですが、よろしいでしょうか。こちらはアイデンティティ5ゲームプロデューサーサイラーさんです。ファンの皆さんに一言挨拶しましょうか。皆さんこんにちは。アイデンティティ5のプロデューサーサイラーです。大家好，我是第五人格的制作人潘思来。ありがとうございます。時間が経つのが本当に早い。もう2周年ですね。エマから言うのはちょっとあれなんですけど、とりあえず2周年おめでとうなの。これから3年目を迎えてきますが、第5人格の3年目はどんな形で運営していくのでしょうか。游戏内容的更新的话，以角色为例吧，我们通常会从故事性和竞技性2方面来去考虑。故事性的话，其实是考虑这个角色在这个世界里面他的故事是什么样的，他跟其他角色之间的关系是什么样的，当这一个角色加入到这个世界里边来，会不会让这个世界的故事变得更加有趣？我们会从逻辑性和趣味性2方面去考虑。那竞技性的话，我们会从近期的赛事里边去获得一些反馈和灵感。我们是不是缺乏什么样的位置的角色呢？我们需要去加强或者是削弱某一个角色目前过于极端的体验吗？那赛事也是一直会去指导我们进行新角色开发和旧有角色迭代的一个重要的一个思路。希望接下来日本的玩家和战队们能够多多的关注日本接下来会举办的 IVC 比赛。なるほどですね。では今までの2年間優しく支えてくださいましたファンの皆さんに何か伝えたいことがあります？非常非常开心能够跟日本的玩家们一起度过2周年的时间，非常感谢大家一直以来的支持和关注。另外，策划同学这边呢也为大家精心准备了2周年版本的内容，大家可以去找陈思为大家介绍谢谢。プロデューサーさん、なんかお優しい方ですよね。インタビューを受けていただいてありがとうございます。では次にピーチさんのところへ向かいましょう。ここにいるのかな。みんな忙しいですね。お静かに。こっちなの。インタビューしてもいいですか？よかったです。ありがとうございます。こちらはゲームプランナーの紳士さんです。ファンの皆さんに挨拶をお願いします。皆さんこんにちは。我是第五人格的游戏策划陈思。実はね、紳士さんが日本語話せるって聞いておりますの。せっかくですから日本語で答えてもらいましょう。それでは問題です。2周年イベントを基づいてプレイヤーの皆さんに一番伝えたいことは何でしょうか？今回のは探偵の皆様にとある謎の劇場で起こった事件について調査を行ってもらいます。イベントに参加すると事件の全貌がどんどん見えてくるので、ぜひ楽しみにしてください。今まで我々はゲーム内のメインストーリー、サブストーリー、あとはキャラ設定などいろんな形でコンテンツの充実化に力を入れてきましたが、今回のイベントをきっかけにこれからもさまざまな物語を紡いでもらって、映画を見ているみたいのような体験ができるイベントを作ってまいります。最後に2年間アイデンティティ5と一緒に歩んできてくださりありがとうございます。これからもどんどん素敵なコンテンツ出しますので楽しみにしてくださいね。剧情策划圈圈还为大家准备了神秘活动哦。なんと日本語でペラペラ喋っています。
エマは感動して泣いちゃいます。本当はもう少しシンジさんと話したいんですけど、今はセブさんのところに行ってみよう。的话，如果你有什么问题，可以咨询我们的 HR，他会跟你再联系的。拜拜。セブさん、インタビューしたいんですけど。可以的，进来吧，我们刚结束了面试。2周年イベントストーリーを担当したゲームプランナーのセブさんです。自己紹介をお願いします。皆さん、はじめまして。ゲームプランナーのセブです。よろしくお願いします。ありがとうございます。2周年イベントといえばゴールデンローズ劇場のことですね。劇場風スタイルのインスピレーションはどうやって湧いてくるんでしょうか。首先因为我是一个戏剧爱好者，然后当时我们在设计主线剧情的时候，发现了一幅非常有意思的画和一个很有意思的东西。这幅画呢是来自 Star Trek 的一根金线，然后当时觉得这幅画放到主线剧情里稍微有一点点违和，但是之后要为2周年做设计的时候觉得非常合适，所以我们就引用了这幅画的灵感，把它放了进去。なるほどですね。今回のストーリーはユーザーから大好評のようです。これからもっともっといろんな素晴らしい物語の実装を楽しみにしています。我去补小唐的机子，我去补他的机子。啊，行，我去了。なんかゲームの音じゃないの？言ってもいいの？ゲームの音はそちらから来ているらしいよ。ゲーム内のバトルシステムを担当するゲームプランナーフランクさんです。ファンの皆さんに一言挨拶しましょう。皆さん、はじめまして。Identify Game Planner Frank です。よろしく。ありがとうございます。ハンターとサバイバーのバランスがとっても大事って思いますが、スタッフの皆さんはどうやってバランスを整っているのでしょうか。确实这个赛季求人者的胜率比以往更低，排位打得也异常艰难。这也是因为我们上个版本核心机械师削弱导致的。在近期，我们也在对求人者的部分天赋进行了优化，增加了救人位的容错率。而接下来，我们也将会对一些过于强势的角色进行调整。可能大家会有一个疑问，我们为什么不去回调机械师呢？那是因为我们始终觉得，在上一个版本当中，求人者阵营的破译速度过快，那么监管者想赢，只能依靠更快速的击杀。在这样的一个对抗的强度下，双方阵营的容错率都会降低，是一个神仙打架的版本。而我们期望的是保持现有的一个破译速度，并对过于强势的角色进行调整，对弱势角色进行加强，平衡双方阵营，同时平衡部分角色的体验。なんかすごい。よくわからないですけど、それ言ってもいいの？エマは開発の話をよく知らないんですけど、プランナーさんがユーザーたちの意見を大事にしてるってことはちゃんと感じていますの。とにかくすごいなの。でもバトルって言えば、バランス以外、キャラクターたちのバトル中の動きや特殊効果もとっても素敵だな。这全是美术团队的功劳呀，志总还在打磨呢。サイさん。あのサイさんですよね。对。エマは今、美術監督サイさんのところに向かっています。因为我觉得这个部分现在高光太爆了，还有很大的提升空间，需要再修一修。可是这已经是改的第99遍了。不，我觉得这个部分还不够好，还可以继续再改一改。お邪魔します。インタビューよろしいでしょうか？可以的，没问题。第五人格の美術監督サイさんです。皆さんに挨拶しましょう。OK。皆さんこんにちは。Identify の美術監督のサイです。よろしくお願いします。ありがとうございます。今回2周年のビジュアルデザインについて何か裏話などあります？非常荣幸，我们又一次来到了海外的2周年。然后在每一次周年的时候，我们都会采用侦探的支线剧情，然后做一个整体的题材的完全平行的一个新的活动。然后在这一次的活动当中，我们根据策划的需求，然后做了一个金蔷薇的剧场。然后在这个剧场当中，我们根据史实的设计，还原了整个舞台、前台和后台的整体设计，并且我们也找了很多的历史资料，然后做了很多关于服装和道具上的一些具体的设计，希望玩家能够喜欢。ありがとうございます。好的，谢谢。以上、エマのインタビューコーナーでした。最後に、ジョーカースタジオメンバー全員からのメッセージです。聞いてください。